こんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日はベーコンとチーズのパンを作ります。本当は小さいサイズのベーコンエピを作りたくて試作を繰り返してたんですが、ちっともうまくいかない。そんな時にこの成形を思い出しました。というわけでベーコンエピは一旦置いといて一から作り直すことにしました。ひらめいた時にはすぐに行動。レシピをバーッと書き出して、なんと試作なしのぶっつけ本番で OK でした。今回もお酢入りなので次の日もふわふわです。お花の成形は思ったより簡単なのでぜひお試しください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、米酢、太白ごま油です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵から始めます。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そこにドライイーストを振り入れます。イーストが溶けたらこのまま5分から10分くらい室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、イーストの予備発酵が終了しました。だいたい 7,8 分ぐらい経っています。これをくるくるくると回転させながらボウルに移します。30度ぐらいに温めた牛乳、ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。だいたいの量で大丈夫です。よーく混ぜて粉が見えなくなってこのように滑らかになったら OK です。蓋をして10分室温に置いておきます。本日の室温は28度です。湿度が 50%、 からりと晴れた気持ちのいい秋晴れです。10分経ちましたので太白ごま油と米酢を加えます。軽く混ぜます。米酢を最後に入れるのは、分離しないために最後に入れてるんですけど、視聴者様からコメントをいただきまして、最初に米酢を入れたそうなんですね。そしたらやっぱり分離しちゃってもうボロボロになってとてもまずくなっちゃったそうです。なのでやっぱり米酢は一番最後がいいと思います。で、残りの粉を全部入れて最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、1分ほど混ぜました。こんな感じです。ボウルの周りをきれいにします。このように生地の表面を整えます。蓋をして今度は30度から35度ぐらいの温かいところに20分置いておきます。今日は熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。ちょろっと垂らしているオイルは太白ごま油です。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。はい、生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分30度から35度の温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。生地の表面を整えたら表面を慣らして蓋をして2倍くらいの大きさになるまでまた30度から35度くらいの温かいところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。約35分でこのくらいの大きさになりました。では台の上に移します。ガスを抜いて丸め直します。
熱をしないようにまたタッパーをかぶせて20分ほどベンチタイムを取ります。本日のフィリングはこちらです。ピザ用のチーズとベーコン。ベーコンはこのハーフベーコンを使いました。4枚入りのものとか5枚入りのものがあると思うんですが、今日は5枚入りのものでだいたい 40g ぐらいでした。チーズも同量準備しておきました。はい、20分経ちました。では成形します。まず両面に粉を振ってガスを抜きます。で、丸く広げていきます。きれいな面が下になるようにこの円が22センチなので22センチを目指します。そんなに正確じゃなくても大丈夫です。そしたらチーズとベーコン適当に混ぜます。ベーコンくっついてると良くないね。もっと前にやっとけって話ですよねこんな感じで混ざりましたね。そしたらこんな風に閉じていきます。で、ひっくり返してまたちょっと広げていきます。また直径が22センチぐらいになるように伸ばしていきます。このくらいでいいかな。だいたいね、これ22センチって言ったけど20センチぐらいにしました。クッキングペーパーの上に移します。そしたらカットします。切れてなかった。チーズの多いところとかベーコンの多いところとか結構ちょっとまばらですけれども、まあいいか。いました。ちょっと押さえてあげましょうか。ではこれを天板に移して、最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で20分ぐらいから様子を見ます。固く絞った濡れ布巾をかぶせて行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。25分で出してきました。オーブンは190度に予熱をスタートさせています。ちょっと見えにくいんですが、生地をこんな風に押してみて戻ってこないようだったら発酵完了の合図です。今日は牛乳を塗っていきます。溶き卵や豆乳でも OK です。お酢が入っているパンは最終発酵がちょっと早いんです。過発酵にならないように気をつけてくださいね。ここだけすごくベーコンが多いのが気になりますがもうちょっとね、全体的に散らばったらよかった。反省点です。お好みでブラックペッパーを振ってください。これはね、省略しても OK です。では190度で15分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。190度で14分焼きました。熱いうちにオイルを塗ってお化粧。オリーブオイルやバターでも OK です。はい、美味しそう。完成です。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。